どうも、MBTI の本を参考に日々いろいろなことを考えています。ハールです。あなたは自分がどんな印象を周囲に与えていると思いますか？今回は MBTI のタイプから周囲に与える印象、IP 編です。周囲に与える印象と言われるとどうしても見た目から与える印象のイメージになりやすいですが、MBTI に関係がある部分での周囲に与える印象とは、その人の考え方のプロセスが周囲に与える印象ということになります。だからパッと見で抱かれるようなファッションの情報やその時々の個別の立ち振る舞いなどから与えられる印象ではなく、内面で進んでいる思考のプロセスの違いから周囲が与えられる印象だということなんですよね。割と付き合いの長い人などに対してなんとなくこの人ってこんな人だなと思う時に抱いている印象のようなイメージですね。この辺のことについては概要欄からこのシリーズの前回にあたる IJ 編もぜひ参考にしてみてください。それでは IP タイプの4タイプ、ISTP、ISFP、INTP、INFP が周囲に与える印象について MBTI へのいざないユングのタイプ論の日常への応用から特徴を引用しながら見ていきましょう。内向と知覚的態度。自ら枠を持たずオープンだが控えめ。その場その場に対応し常識にはまらない。なんとなくそわそわしており単独行動をする。行動を先送りにするという特徴が挙げられています。これらの特徴はそれぞれが独立してそのように見える瞬間があるというより、これらすべてで一つのタイプの印象を指しているというイメージで見ていくと、より MBTI のタイプとしての特徴が分かりやすいと思います。この特徴を一つ一つ見ていく前に、そもそもなぜ MBTI の周囲に与える印象という分類は EI 指標と JP 指標の組み合わせなのか、IP タイプの考え方の特徴として考えたことをお話ししてみようと思います。まずは EI 指標と JP 指標を組み合わせると、あることがわかるという発見を共有したいのですが、とても長い上に分かりやすいとは言えない説明になってしまうので、手短にお伝えしてみると、EI 指標と JP 指標を組み合わせると、その人の自然によく使う考え方の組み合わせのうち、外界と呼ばれる現実世界に向いている方の機能について、次の2つのことがわかるんですよ。1つ目は、その機能が意識的に使っている方なのかそうじゃないのか。2つ目は、それが判断機能なのか、知覚機能なのかです。この違いによって、周囲に与える印象に違いが出てくるということのようなんですよね。なぜそれがわかるのかなどについては、概要欄から MBTI という宇宙シリーズの序列の回を参考にしてみてください。それでは、それがどういう特徴になるのかについて見ていきましょう。IP タイプは意識的に使っている主機能という一番序列の高い位置に来る機能と連動して働く補助機能という位置に来る機能が外界に向いている方の機能で、かつ知覚機能になるタイプです。じゃあ意識的に使っている方の機能は何なのかというと、内界と言われるその人の精神世界に向いた判断機能になるんですよね。だから外界に対して情報を集めていくような考え方が働いているんだけど、一番自然に頻繁にする考え方は判断する考え方だったりするんですよね。これがどんな考え方になるイメージかというと、基本的に本人の内側では判断する考え方が働いていて、分析したり人について考えたりする。だけど外界に対しての考え方は知覚機能で、情報を集めようとする考え方だから、あっちの情報はどんなかな、こっちの情報はという感じになるといった感じです。だから外界の他者から見ると情報を集めている様子が見えやすいんだけど、その人の内界では判断する考え方が活発に進んでいるという感じになるんですよね。この内界では実は判断してるけど、外界に対しては情報を集める考え方で接しているという状態がだいぶ勘違いされやすいようなんですよ。
特に主機能が TI になる ISTP と INTP はもうタイプの特徴として勘違いされやすいと明記されているくらい、協力しようとしても非協力的だと感じられてしまったり、横柄だと感じられてしまうことが多いタイプです。そして主機能が FI になる ISFP と INFP は優柔不断だという誤解を本人ですらしてしまう傾向も強いタイプです。僕としては基本的にしている考え方が判断する考え方なんだから優柔不断なわけがないと感じるのですが、本人ですら優柔不断かのように感じてしまうのには理由があるかなと思いまして、まず自覚的態度で外界への態度が情報を集める考え方だということと、感情 F で判断する基準が物事や問題ではなく人に注目したものだということが影響しているのかなと思いました。どういうことかというと、例えば方針としてはもう決まってるんだけど、今判断したいことに関わる誰かの何かの情報が不足している場合に、その情報を得ようとしているという瞬間があると思うんですよ。もしそうだとしたら、それって今はまだ情報が足りていないと判断しているので、情報収集をしている状態だから、もう決めようとしているけど、どっちにしたらいいか決められていない状態なわけではないですよね。だけど外界に表現されている様子を別の考えのプロセスの人が見たら、今はまだ情報収集の段階だと捉えているとは思わずに、今まさに決めようとしている段階なのにどっちがいいか決断できないんだなと捉えられてもおかしくはないなと思うんですよ。つまり本当はまだ情報収集のタイミングだから結論を出そうとしていないだけなんだけど、結論を出すタイミングなのになかなか決断できていないんじゃないかと思われやすいのかもしれないなと思いました。それは自分のことであったとしても起こるみたいなんです。主機能 FI の特徴の一つに、自分でも自分のことを優柔不断だと感じることがあるという特徴もあるんですよね。このことについては次回お話しする予定の内的緊張シリーズの FP 編でもうちょっと深掘りしていきましょう。こんな感じで IP タイプや IJ タイプのような内向タイプは一番よく使う考え方と外界に向いている考え方が違うという意味でミステリアスだし、少なからず誤解を受けやすい部分があるだろうなと感じられてきますよね。それらのことを踏まえて、ここからは改めてさっきの特徴について見ていきます。自ら枠を持たずオープンだが控えめ。外向 P である EP タイプの印象と比べてみると、外界に向いている知覚機能がその人が一番自然に良くする考え方なのか、それに連動している方の考え方なのかという違いがよく見えるような気がします。EP タイプの特徴に未知の体験を求めているというものがあって、もうそもそも一番自然に良くする考え方が情報を集める考え方の方なので、情報を受け入れたくてしょうがないという感じで、情報を受け取れる状況を自ら積極的に求めていくような印象が強くなるんですよね。それに対して IP は主機能に連動して使っている方の補助機能という位置で外界に接しているので、あくまで外界には情報を集めていく姿勢が見えて柔軟なイメージなんだけど、メインで働いているのは内界に向いた判断機能で、内界で分析などをしているのが一番自然に良くする考え方になる。だから外界から見える様子としては、なるほどそっちはそうなっているんですねという様子は伝わってくるものの、その人のメインの考えである判断の部分があまり見えてきにくいので、控えめな印象になるといった感じかなと思います。その場その場に対応し、常識にはまらない。僕が P の人たちの考え方について思っていたことがちょっと言葉になりそうだなと思うんですけど、 P の人たちは自分の内界に判断機能があって、ある意味自分という軸がしっかりしているから柔軟に周りに合わせられるんだなと
思っていたんですよ。それに加えて IP タイプの場合、その判断機能が主機能になっている。つまり、ある意味、判断したくて仕方がないというイメージなんですよね。で、そのためには情報がたくさん必要ですよね。一つ情報が来て、それを判断したら、もう判断し終わったになっちゃうじゃないですか。だからこそ、次々現れる情報を受け入れて新しい状況にしていくと、何度も判断できる。だからこそ、どんどん新しい情報を受け入れていきたい。そのくらい何度も判断したいくらいの考え方なんじゃないかなと思ったんですよね。その都度判断すればいいじゃないですか、みたいな感じですよね。だから穏やかに考えられている時は特に常識のような既存の何かをそこに当てはめてしまうのはもったいない。その場で判断していきたい。判断の数をなんなら増やしたいくらいのイメージですけどね、それは。というような様子になるんじゃないかなと思います。面白いですよね。なんとなくそわそわしており、単独行動をする。この印象も自分の中では分析や決定する考え方を楽しんでいるんだけど、外界への態度としては自分の意見を主張するより、情報を受け取っていく様子がよく見えることから、あの人今何をしようとしてるのかなというようにね、何かをしようとしているのはわかるけど、何をしようとしているのかが伝わってきていないというふうに映りやすいのかなと思いました。本人の中では分析や決定などが進んでいるから、その時必要となる情報を得ようとする段階に入っていて、外界の情報を収集しようとしているとしても、分析や決定は内界で行っている傾向が強いから、情報を収集しようと動き出す段階では、まだ外界にその分析や決定が表現されていないことがあると思います。だから、本人の考えの流れとしては、妥当な流れでプロセスが進んだので、もちろん次の情報収集の行動を始めますけどね、という感じで行動していたとしても、その妥当なプロセスが周囲の人たちには見えていない場合があるということじゃないかなと思います。だから本人が次はこっちが気になるな、その次はこっちだと情報収集の対象を切り替えているとしても、外界から見るとその方針などが伝わっていない場合があって、そわそわして何をしているんだろうと受け取られることもあるということかもしれませんよね。行動を先送りにする。これはもしかしたらちょっとマイナスな印象が強いかもしれませんけれども、あくまで印象ですからね。じゃあなんで行動を先送りにする印象になるのか考えてみると、もしかすると内界では判断しているけど、外界に対して情報を収集する考え方で接している段階の様子が、外界での問題提起に対する直接的な対応を返していないように受け取られてしまう場合があるのかもしれないと思いました。どういうことかというと、何かしらの問題提起があったとして、それに対して IP タイプも内界で即座に分析や判断を進めて対応を始めていたとしても、外界に即座にその分析結果が出てくるわけではなくて、外界に出てくる様子としては情報を得ようとする様子になる可能性が高いんですよね。だからもし IP が問題提起に対して即座に対応を決めて行動をし始めていたとしても、外界から別のタイプの人などが見たら問題に対して直接指示をするような、こういう方向性でいきましょうとか、これをこうしてくださいという行動ではなく、じゃああっちはどうなっていたんでしょうか、そっちはというように、さらに情報を集めようとする行動が見える傾向が強いんだと思います。だから本人の考え方としては問題提起に対して即座に対応を始めているにもかかわらず、外界の他者から見た場合に、あれ、問題に対して何もしてくれないのと誤解される可能性があるんだろうなと思いました。実際に IP タイプの人たちと関わるときは、印象だけでなく、その人の内側のプロセスにも目を向けたいですね。というわけで、周囲に与える印象シリーズの最終回 IP 編でした。いかがでしたでしょうか。
これで時を戻そうシリーズという MBTI の発信を始めた頃に取り上げた内容についてもう一度お話ししてみるシリーズもやっと終えることができました。チャンネル登録、視聴、高評価で応援してくださる皆さん、ありがとうございます。次回は今回もちょっと触れた内容が関係してくる内的緊張シリーズの FP 編です。FP タイプの自分としてはモヤモヤするのに周囲には好印象になる可能性すらある内的緊張という状態についてお話ししますので、ぜひチャンネル登録してお待ちください。最後まで聞いていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。